どうもこんにちは、川口の木です。本日はですね、大阪にありますエスペランサ靴学院の前にいます。実はですね、昨日スペシャルイベントに出演していました。このイベントはですね、エスペランサ靴学院主催の世界トップレベルの職人、作る、磨く、直す3人がクロストークをする貴重なイベントとねいうことで、僕なんかがその一人に名を連ねるっていうのは非常に恐縮でありつつ光栄なんですけど、そういったトークイベントがありまして、それと合わせてエスペランサ靴学院のことをちょっと取材させていただきたいということで、今日動画を撮っていきます。エスペランサ靴学院というのは今年で50周年を迎えるかなり歴史のある靴学校でして、いろいろ移転とかもしてるんですけど、今は大阪にあります。靴作り、そして靴に関するいろいろなことを教えてくれる全日制で1年生の学校になります。これまで岸田枠の展示会ではですね、動画に影響されてとか、動画を見始めて、動画がきっかけで靴作りを始めましたとか、始めたいんですけどその学ぶ先を探してますとか、そういう方本当にもう数十人、100人以上ぐらいはお声をねいただいているんですよ。で、本当に僕の動画がきっかけでそういうふうになんか新たなことに挑戦していただくっていうのはめちゃくちゃ嬉しいことなんですけど、一方で靴を学ぶ先っていうのは実際かなり少ないのが現状でして、いろいろ靴教室はあるんですけど、靴教室の中でもそれぞれやっぱ特色があって、自分の作りたいものに合ってるのかどうかみたいな、そういう不安だっていうのもあると思いますし、もっとガッと集中してやりたいっていう方には学校みたいなところの方が合ってたりするのかなとか、いろいろ思ったりするんですけど、このエスペランサ靴学院は全日制の学校です。なので、そういった靴作りをしてみたい、靴に携わりたいという方に向けて、今回の動画ではエスペランサ靴学院についていろいろお話を聞いたり、授業の風景だったり、どんなことを教えているのか取材していきますので、参考にしていただけると幸いです。そしてこの動画を見て興味があるなという方はぜひね、お気軽にエスペランサ靴学院までお問い合わせをお願いします。ということで、校内そして授業風景見させてもらいたいと思います。こちらが靴修理機械の揃っている部屋ですね。大型のフィニッシャー2台、そしてこれは集塵機ですね。そしてこれが小さめのグラインダーですね。そしてこれが圧着機、ソールの材料をぐっと圧力をかけて接着するための道具ですね。ミシンとかは自宅で中古でね揃えて、1台ぐらいあっても大丈夫ですけど、こういう大きい機械はそもそも家の中に入れることすらできないので、これが自由に使えるっていうのは最高ですね。ここで靴製作だったり靴修理だったり設備、安全には前提にして自由に使えますし、靴修理第一人者の酒井宏明先生にリペア学として修理のことも学べるそうです。あとは修理に特化した、短期間のコースもあるそうです。僕は靴作り始めた頃って靴修理屋さんでちょうどバイトしていまして、結構よくしてもらってたので自由に機械使えたんですけど、なかなかこういう機械を使う機会って少ないですし、使い方を触らないことには使うことすらままならないんで、手製靴って別にこういう大きい機械使わなくても靴自体は作ることは可能ですけど、効率よくなったりとかいろんなことができるようになったりとかしていくので、僕はこういった手作りの中でも機械を使える、機械を使う意味があるところっていうのは機械をしっかり使えるようになるっていうことには肯定的というか、むしろ推奨したいですね。ということでエスペランサ学院長の大山さんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はエスペランサ靴学院の
魅力をたくさん伝えるべくいろいろ取材させていただきたいと思いますね。よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。まずは、エスペランサ屈学院とはどういう学校なのか、そしてなぜ大山さんが学院長をやっているのか、この辺について教えてください。はい、ありがとうございます。エスペランサ屈学院は今から、約50年以上前にですね、1973年、一番最初にできたところはなんと六本木で夜間校として、スタートしました。そして4期、になるときに浅草の、昔旧、東京校の、ビルに移りまして、全日制の学校がスタートして、で2020年の3月46期までは東京校でやっておりました。で2019年の、途中でエスペランサ屈学院の母体である会社が、買収されまして、屈学校、いろんな受け皿探してたらしいんですけど、見つからず、大阪にいる卒業生の僕に、声がかかりまして、僕も卒業生っていうこともありましたし、やっぱりこの靴業界やっぱり教育なくなるとどんどん衰退していきますんで、そこはもう何が何でもこう守りたいなっていうのはありました。大山さん自身は靴の会社を経営されてるんですよね。そうですね、はい。学校って、その教育の部分がメインであって、あんまり利益の部分ってなかなか難しいと思うんですけど、そういった業界があんまりにぎわってない靴業界の中で、そういった教育に力を入れて学校を運営していく、その熱意っていうのはどういう思いというか、どこからやってくるんですか？単純にアホなんでしょうね。単純にアホなんでしょう。本当になんかこう靴作りを学びたい、これから靴、石沼さんの動画見て靴これからやりたいっていう人たちが学びたいけど学べないっていう、これが一番本当に良くないことなんですよね。であれば、このエスペランサ屈学院、っていうのが、たとえ人数が1人、大赤字になるんですけど、それやったら1人であっても僕はやり続けたい、そういう学びの場ですよねっていうのは、何があってもこうずっと僕の体が続く限り、資本が続く限り、僕の思いが続く限り、やっていきたいなとは思ってるところです。確かに革靴って買う人が少なくなっている昨今ですけど、買う人がいなくなる前にそもそも作る人がいなくなったら終わりですからね。いや、そうなんですよ。本当そうなんですよ。やっぱこうね、命を支えるね、大切なそしてまたその命をね運ぶこの大切な靴というものをね、やっぱりきちんと作れる、学校というのは本当に必要だと思ってます。そしたら、エスペランサ屈学院の具体的な学校のカリキュラムだったりとか、どういった感じで進んでいくのか教えてください。ありがとうございます。エスペランサ屈学院、東京から大阪に、移した時にですね、技能、靴の学校なんで、靴作れるのは当たり前なんですけど、それらを作りました。じゃあ実際その靴を、作った人がどんなデザインで、どんな価格で、どんな素材を使って、どういう人たちにどのタイミングでっていうのをこう言語化できないといけないんですよね。なので、ブランディングとかマーケティングとか、あとは独立する人たちはこれからお金とかも必要になってくるので、金融学でお金の借り方とか、銀行が喜ぶ資産表の作り方とか、あとはウォーキング学、リペア学、この食べれる1年で食べれるスキルを身につけるような技術、作れるのは当たり前でプラスアルファの武器を身につけれるようなカリキュラムにしております。ということは、革靴作りはもちろんできるようになるのは前提として、そこに関わる生きていくために必要なかなり実学の部分も重視されている。そうですね。ありがとうございます。だいたい学生さんの1日のスケジュールだったりとか、この場所の使い方みたいなのを教えてください。全日制の月曜日から金曜日まで、9時半から始まって12時で、午前の部終わります。で1時間、休憩取りまして、13時から15時半が午後の部と、月曜日から金曜日までやるんですけど、18時まで一般開放、しておりまして、残ってやられる方はやります。で僕が会社がこの同じフロアにありますもんで、遅く今日は8時ぐらいまでいてるよという場合は8時まで残ったりとか、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、ゴールデンウィーク、そういう時も僕が出てる時は、基本的には開放してます。で早い子なんかはもう8時半から、遅い、18時までびっちりやられる子とかもいてるんで、本当に
使い放題なまあ、自分で言うのもあれですけどすんごい学校やなと思ってます。まあ、設備がミシンが何台もありますし、はい、フィニッシャーもありますし、はい、そういう普通の家にはなかなか置けないような専門の設備が整っています。そうですね。でこの辺にある革も使い放題になってますんで、使い放題ですか？使い放題です。それでこう革使ったりお金がっていう、まあ、ここにもうここにあるやつ、まあ、ここになかったらまた僕別のところに大量に大人買いしてる倉庫があるのでもうそれも訳もなくはい、もう4トントラックパンパンに全部って言ってこう買ってきたりとかね。アホなんですよこれみんな喜ぶなって、もうその喜ぶイメージだけでも、はい、先もう全部みたいな感じで買っちゃってるんで、じゃあもう作りたければ時間さえあればいくらでも作れると、作りたい放題です。いやでも革とかって材料もまあ高いじゃないですか。めちゃくちゃ、特にまた高くなってますね。なのでそれがこの全部こう学費なんかに含まれている。そうですね。はい。それは入学しがいがありますね。作りがいがありますね。そうですね。だいたい元取られて元以上のまあ2026年の時点で具体的な学費、はい、入学金が110万円になってます。で材料費とかもろもろ買うのに50万円でトータル160万円になってます。160万なかなか用意するのは結構大変だと思いますので、日本政策金融公庫さん、国の金融機関なんですけど、そちらもこのエスペランサ博士学院のお話しした時に素晴らしいと、我々も協力させてほしいということで優遇金利を用意していただいたりとか、あとは大阪府内在住の人に限るんですけど、我々が取り組みさせていただいている金融機関の方からエスペランサ来るんでしたら優遇金利で。ですとか、あとは分割ですね。分割、本年度もそうなんですけど分割払いのことも柔軟に、その人と、ここからここまでこうじゃないとダメとかではなくて自分のペースで来れるような、そういうお金のせいでこう学びのチャンスって失ってほしくないんで、そこはもう本当にお気軽に。これまで、大阪に来てからも、その東京に行った時もそのエスペランサ卒業された方、具体的な進路とか、就職先だったりどういうことされてるのか教えてください。そうですね、僕は、今52期なんですけど、僕が行ってた時は19期、でその20半ばぐらいまでですかね、結構業界の関係の人たちが来てて、そのまま出向先の会社に入ったりとかしてたんですけど、今はですねそういう業界からはほとんど来てなくて、靴作りたい、靴業界でやりたいっていう子たちなんで、4割卒業生の4割は独立します。1年後ここ卒業した後工房構えて独立してます。あとの5割は靴の会社であったりとか靴の工房であったりとか靴の修理、うちの講師であります靴の修理の会社に勤めていただいたりとか、あと1割はちょっとどうしようかなみたいな、一旦靴業界入ったけど次探してるみたいな感じですけど、でも大体は就職まで自分で独立するか就職するまでのところまでは二人三脚で持っていきたいと思ってますし、僕自身年も54歳で業界長いんで、大体どこどこ行きたいねみたいな形で言うと大体つながるんで、ほんならもう入り口はセッティングするんで、あとは自分の実力で入ってくださいっていうことで。大山さんめちゃくちゃ顔広いですもん。いえいえ、長く生きてるだけでもうそうなんですよ。まずですね、木型の先端を意識して、かかとの先端と前の先端を意識して、アッパーをかぶせていってください。手順としては、ライニング、アッパーで、両方握ってもらって、で、つま先にこれで4点。ヒールにこういう感じでデザインが持ってくる場合、ちょっとヒールの落とし位置とこのデザインの落とし位置を揃えやすくするためにヒール側から当てます。
これで10点今何やってます？これはすくい針の裏をちょっと研いで針の刺さりを良くしてます。こういう研ぎ方とかも教わるんですか？そうですね、まず道具を配ってもらって最初に研ぎ方を教えてもらいます。今何やってますか？仮釣りをしてます。これは課題の靴ですか？今ハンドソンウェルテッド練習用のやつでアッパーの癖付きをしています。普段はみんなこれぐらい静かなんですか？喋ってやってるんですか？どっちもどっち？気にしないで。雑談のプロ。一番楽しい工程は釣り込みが一番楽しい工程です。で苦労する点は、左右均等にバランスよく釣るのがすごく難しい点です。靴作り感がすごいあってかっこいいなって思ってた作業なんで、それが実際にできるのがすごく楽しいです。もともとファッションが好きで、ファッション関連で何か仕事に就きたいなと思ってたのがあって、でその中で、靴作るってかっこいいなっていうところにたどり着いて、でそう思ってる時にちょうど YouTube でおすすめに菱沼さんのチャンネルが出てきて、それきっかけで靴作り興味持つようになりました。北海道出身なんですけど、いきなり大阪に引っ越してきて靴作りやってなんか違うなって思ったら怖いなというので、最初は札幌の靴教室に1年ほど通ってました。で実際やってみて楽しかったので本格的にやってみようということで、大阪引っ越してきて今入学してやっています。これはバレエシューズをちょっとモチーフにして作ってみたんですけれども、キルトタンをちょっとつけたいなっていうふうに思ってて、それに合うようなデザインでちょっといろいろ考えてみたって感じですね。1足目完成してちょっと感じたことは、こういい靴を作るってことは技術も伴うことなんだなっていうふうに感じましたね。欠点ではないですけど、こう自分に足らない今の技術みたいなのを一目で分かるような一足になったんじゃないかなっていうふうに思います。念願の一足を作れて、嬉しい気持ちもあったんですけど、どっちかって言ったらもうちょっとこういうふうにできたんじゃないかなっていうような、ちょっと改善の面での反省みたいな方が大きかったですね。Hello, my name is Emmanuel. I'm from France, and I'm starting with Esperanza Shoe Academy in Osaka because for me it's another kind of job. I was working for architecture for 30 years, so it's for me the second chance, opportunity to make things I used to like and design when I was a kid. I like 60 shoes, especially from England and Italy, and also sport shoes like bowling shoes, cycling shoes, boxing, all that kind of stuff remind me the vintage and the funny way of shoes. 前職で靴修理を5年ほどやってたんですけど、そうやっていく中で自分一人で解決できないというか、お客さんのニーズ要望にも応えられないことが増えてきて、その中で、靴をゼロから作るっていうところを学んで、そういうふうに修理に生かして、もっといろんなお客様に喜んでいただけるようにしたいなと思って、この靴学院に学びに来ました。大学も地元が千葉なのに北海道の大学に行ったりと結構自由に
生きてきたんで、その延長線上で、本気でやりたいことがあったらチャレンジするみたいなパッションが結構強いので、それで靴の学校に入学しました。大学の実習で自分がペットみたいに可愛がってた豚を目の前で殺されるっていうのを目の当たりにした時に、何かもっと自分が家畜と人間の橋渡しになるような仕事ができないかなって真剣に考えるようになって、もともと靴の造形が好きだったので、靴として家畜の皮を新たな価値を与えて、人間の足元を支えて輝き続けるようなものとして消化したいなと思って靴にたどり着きました。ここからここ直線です。でここでゴールジョイントなんで、ここは直線。ここで回る。数値ももちろん測って数値も合わせるんですけど、まずは形さえ合ってれば、数値が数ミリずれててもなんとなく収まってくるんです。言ってるのは、ここは自分気づいてる。そうですね、自分で気づいたんですけど、ちょっと失敗してしまってやつなんです。レスに至らないように書きます。で、ほぼフルハンドですね。平面を使って、こうやってやるときに、結構ブレて、結構木型のアウトライン、こっちは割とトレースにしますけど、こっちがかなり全体に向けて尖っている感じ。ということで、特別講義させていただきましたし、トークイベントもさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。貴重な機会はこちらこそ。いや、こちらこそありがとうございます。で、いろいろ校内も見させていただいて、授業も見させていただいて、本当に靴作りしたいけどどうすればいいか分かんないっていう方、全日制なのでかなりそこのハードルはそれなりに高いと思うんですけど、学校に来ればそれだけ真剣に取り組める環境あるし、そういう仲間たちもいるんだなっていう。で、そう言ってしっかり教えてくれる講師の方もたくさんいて、もし僕が大阪に住んでいて、で靴が作りたいってなった時にエスペランサがあれば入学を考えたかもしれないなと思いました今最後はかもってちゃんとありがとうございます。いや、それぐらい結構充実してて、そういう靴に夢を持っている方にお勧めしたいなと思いました。このエスペランサ靴学院の学校自体の夢っていうか、何か掲げている目標みたいなのありますか？おそらくほぼ毎日履かれているこの身近で自分が行きたいところ連れて行ってくれる靴で、靴っていう定義でね、いろいろ見るだけの靴っていうのも僕は大好きですし、この学院のモットーで靴はもっと自由だ、っていうこのスローガンのもとですね、本当いろんな作った靴がまた誰かの人生の1ページを作っていく、その一歩ずつ一緒に人生を重ねていくっていう、そういう靴をね作れる文化っていうのをですね、どんどんやっぱり知らない人の方が圧倒的に多いんで、そういうのをやっぱり広めていきたいと思ってますし、やっぱり1年生っていうことで1年間たかが1年されど1年っていうことで、その人の人生軸を変える1年になるんですよ。間違いないです。でこの学校に来て1年後多分友達とかあったらこんな1年で作れるようになってるのと、本当に劇的に1年間で変わる学校になってると思うんで、講師も全員真剣なんで、本当に一緒に取り組んでやっていただける人たちと、講師も含めてね、で業界も含めてみんなで一緒にこの靴を通じてですね、足元から世界を輝かせるようなそんな人材をどんどん育成して、日本って靴作りすごいんだぜみたいなと一人でもね多くに刺さって靴を知っていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、じゃあ本当の最後の最後に、これを見てくれている靴作りたいな、入学してみたいなっていう方に勇気を与える一言お願いします。靴はもっと自由だ、っていう名前の通りですね、うちの学校本当に自由です。やれる人はどんどんやれる道場があります。でもちろん大人の学校なんで別にやらなくても別に全然大丈夫だと思うんですけど、1年間この学びっていうのはね贅沢なんですよ。お金やっぱり160万かけて時間もかけて作るっていうことなんで、もし一緒に靴作りしたいなっていう場合は本当に学校いつでも見学 OK です。土曜日日曜日夜間24時間僕が空いてる限りは受付しておりますし、体験1日体験コースとかもありますんで、そういうので気軽に触れ合っていただいて、
ぜひ一緒にやろうっていう方がいてたら、僕らも全力で生徒ファーストで動いていきたいと思いますんで、詳しくはこちらの方でまたお問い合わせいただいたら嬉しいかなと思います。僕も協力できることあれば協力させていただきますので、ありがとうございます。これからも靴業界をありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。それではエスペランサ靴学院の動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。